レベル70環境到来、メンテナンス&アップデートバージョン 3.6.0 予告。ジャスパルと申します。とんでもないアップデートが告知されましたので、皆さんと一緒に確認していきながらもろもろ解説考察していきたいと思います。いや、まさか周年を前にしてこんなに大きいアップデートが来るとはちょっとね予想できていませんでしたので、今からしっかりと備えていきたいなと思います。それではメンテナンス&アップデートバージョン 3.6.0 予告見てまいりましょう。いつもポケモンスリープをご利用いただき誠にありがとうございます。アプリバージョンアップを目的として下記日時よりメンテナンスを行います。メンテナンスの実施期間は2026年6月25日木曜日13時から、終了日時同日18時までとなっております。今回はこれまでとは異なる時刻にメンテナンスを開始いたしますということで、いつもねだいたい13時30分からだったと思うんですけれども、13時からになっておりますので、お昼のタイミングご注意ください。終了時間はいつも通りなんですけど、開始を早めている分、もしかしたらいつもより長引く可能性もあったりとかするのかもしれませんね。一応文言的には今回はこれまでとは異なるという風にね、今回のみだよみたいなニュアンスが含まれてるかなと思うので、次回以降はまた13時30分からになるのかななんていう気もしますね。ということで木曜日の13時からメンテナンスとなります。いつもより30分早いです。さあ、それではアップデート予定の項目です。まずは新機能、新しいイベントキャンペーンの準備ということで、詳細は今後のお知らせをご確認くださいということで、今後追加のお知らせが来るみたいです。このタイミングだともうすぐ3周年キャンペーンか、サマーフェスなんじゃないかなという気がしてますね。今ねこのタイミングでまだ特に告知が出ていないので、来週告知、再来週開催とかになりますかね。一応ね昨年のもうすぐ2周年キャンペーンはパルデア地方のパートナーポケモンニャオハホゲータクワッスたちが進化後も含めてピックアップされたりとか、夢のかけらをリサーチで手に入れる量が 1.5 倍になったりとか、鍋の容量がポケモンパン発売に伴って大きくなったりとか、ボーナススリープポイントがもらえたりとかしてましたね。また昨年のサマーフェスではカモネギが追加されたり、ピックアップされるポケモンは例年虫水飛行タイプのポケモンで、料理がカレーシチューで固定になって料理エナジー 1.5 倍になって、色違いのポケモンが出やすくなってアメウロボが使えるよみたいな感じでした。両方やるとなると感覚パッツパツなんですけど、どうなるでしょうかね。どっちかが来るんじゃないかなと予想してるんですけど、全く違うのが来たらまたその時解説したいなと思います。ということでね、こちらも楽しみにしつつ、フィールドボーナス上げなどふんわり備えておくといいんじゃないかなと思います。告知が来たらまたすぐに動画にしたいなと思います。そして新しい睡眠導入サウンドの追加、アマ×幻ということで、昨日終了いたしましたラティオスと心の雫で、心の雫が輝きを取り戻した後のフィールドの BGM、アマ×夢のポケモンスリープアレンジバージョンが流れていたわけなんですけれどもね、まさかの睡眠導入サウンドにアマ×幻が追加されるということで、夢幻で無限ポケモンラティアスラティオスなのでね、夢をテーマにしていた原曲はね、ポケモンスリープアレンジじゃなくて、原曲は果てのない大空を自由に駆け巡る、まさしく夢のようなワクワク感あふれるね、そんな BGM かなと思うんですけれども、追加されるのはアマ×幻ということで、やっぱりこれから眠りにつくそのまどろみの幻を表現したようなゆったりとしたアレンジがなされるのかななんて楽しみになってます。すでにねラティオスイベントでゆったりめなアレンジになっていたわけなんですが、そこからさらにどう幻感を増してくるのか、原曲の面影がどこまであるのか注目したいなと思います。私ねオメガルビーアルファサファイアは未プレイなので、アマ×夢もうちゃんと聞いたことなかったんですけど、大好きな曲になりましたね。これ非常に楽しみです。さあ、そんな新機能の追加が2点となっております。で、ここからですね、とんでもないことが続きます。上限解放のお知らせです。上限解放もう来るみたいです。
お手伝いポケモンのレベルが65から70に、リサーチランクも70に、レシピレベルも70に、ポケモンボックスの最大容量は1200から1400に上限が解放されます。ということで、食材バッグはタイミングをずらしてくるみたいですね。なんかいつもね、食材バッグだけは新フィールド前とかに来ている印象ですね。ということで、ポケモンレベルについては後ほど触れたいなと思うんですが、まずリサーチランクについて。リサーチランクの解放によって、リサーチランクが上限に達している時に、リサーチ EXP が夢のかけらに変換される。巷ではいわゆる年金生活なんて呼ばれているこちらの受給開始ランクが70に引き上げられるということですね。アップデート後からそうなります。ということで、ここからしばらくの間、リサーチの夢のかけらの獲得量がすでにね上限に達していた人は、半減とまではいかずとも 40% カットぐらいとかになるのかもしれませんね。なので今後来るであろう周年のミニアメブーストだったりアメウロボのご使用は計画的になさってください。そしてレシピレベルも上限解放されますので、これカレーフェスだけちょっと美味しいですよねタイミング的にはね非常にありがたいような気がします。例年周年イベントでも料理 1.5 倍がありますので、今ね普段使っている料理、これからね新フィールドが来たらあんまり作らなくなってしまうかもしれないんですけれども、このタイミングでね最後の最後まで1段階パワーアップさせてあげましょうといった上限解放についてでした。これもめちゃめちゃ環境が動きそうですね。そしてそこに追い打ちをかけるかというか、より大きなバランス調整が入ります。お手伝いポケモンのサブスキルが解放されるレベルの調整ということで、とんでもないこと書かれております。以下のレベルで解放されるようになります。レベル75サブスキルはレベル70で解放、そしてレベル100サブスキルはレベル80で解放されるように変更されるということです。いきなりレベル70サブスキル環境が到来することになります。またレベル80より後に解放されるボーナスについても長期的な目標として追加を検討していますとのことです。この新たなボーナスは既存のサブスキルとは異なる新しい機能です。サブスキルのようにそれぞれのポケモンが仲間になった時から決まっているものではなく、リサーチャーの皆様自身で引き出したい能力をいくつかの中から選べる仕組みとする予定ですということで、ある意味またね1から厳選し直すんじゃなくて、今育てているポケモンたちもレベル80より先に育てることができれば、何らかのボーナスを自分で選んで解放できるという感じになるんでしょうかね。これはひらめきの種とはまたちょっと違う感じだったりとかするんでしょうか。何かしらね自由にカスタマイズできると嬉しいですね。ミュウのねメインスキルみたいに後々変更できたりするとより遊びに幅が出そうなんですけれども、こちらはね今後のお知らせを待つしかないかなというところですし、無課金的にはレベル80より先のボーナスは一体いつの話になるんでしょうかね。でも3年後とか割と話してるかもしれませんね。ポケモンスリープも気づいたらもう3周年ですからね、次の3年後そんな話をしているかもしれません。何はともあれアップデート後からレベル70サブスキル環境が開幕することになります。いやー、私ねこれまでレベル50サブスキルまでしか重視してこなかったんですけど、特にレベルを上げたい木の実系のポケモンであるとかは特に70サブスキル重視したい感じになってきそうな気がしますね。ちなみにレベル60から65までレベルを上げるには 15,000EXP ほどと45万かけらほど必要なので、65から70は18,000EXP と70万かけらぐらいになるでしょうかね。飴700個800個とかそんな感じなんじゃないかなと思います。ここがね実際どのようになるかっていう調整にも注目したいなと思います。なおリサーチランクの解放も同時に行われますので、もしかするとレベル70に上げるためにはリサーチランク66からじゃないとダメだよとかあるかもしれませんね。一応ご注意ください。ということでアップデート後からレベル70サブスキル環境到来です。そしてレベル80サブスキル
も、レベル100サブスキルがレベル80サブスキルとなり、レベル80以降は新たなボーナスが用意されるということで、そう楽しみに。また、バランス調整もう一つ。ポケモンの飴で得られる EXP の増加がございます。ポケモンの飴1個から得られる EXP を以下の通り調整します。レベル1からレベル25になるまでは 35EXP から 40EXP に上昇し、レベル25からレベル30になるまでは 30EXP から 35EXP に上昇します。レベル30以降は変更ありません。同時に使用する夢のかけらの量にも変更はないとのことです。レベル30まではレベル30まではさらにスピーディーに育成しやすくなるということで、特にね初心者の方には嬉しい調整なんじゃないかなと思います。レベル30以降は特に変更ないので、これまで通りかけらは大変に使うよという感じかなと思いますね。一応ねレベル70まで、もうレベル65から70までは予想通りぐらいなんだったら半年ぐらい一緒に寝てれば、レベル70にはなりそうかなと思うので、チームの中心メンバーたちと一緒に寝るというのもこれからも楽しみになりそうですね。そんな感じでレベル30未満の飴による育成、さらに楽になります。こちらアップデート5からということになるので、低レベルのポケモンの育成はもうちょっとだけお待ちください。そんな非常に大きなバランス調整2点でした。さらにその他にもなかなかね重要なこと書かれているので、最後まで見ていきたいと思います。まずは各フィールドで出会えるポケモンの種類の調整です。調整後は各フィールドで出会えるポケモンの種類が変わりますということで、おそらく種類が減るということなんじゃないかなと思います。厳選だったり飴の獲得にそれなりに影響が出るんじゃないかなと思うので、こちらもねアップデート後すぐに動画にできたらなと思います。木曜日の18時に作れるかどうかは謎なんですが頑張りたいなと思います。なお、調整後に出会えるポケモンの種類の詳細についてはアップデート後にフィールド図鑑よりご確認くださいということになっているので、アップデート前にはわからないよという感じになっています。気になりますね。そしてウィークリーミッション報酬の変更がございます。一部フィールドのウィークリーミッションでもらえるポケモンのお香の種類を変更します。対象フィールド、卯の花雪原、若草本島 EX ということで、この2フィールドのポケモンのお香が、ミッションでもらえるお香が変わります。現在のお香はこんな感じになってます。卯の花雪原がデリバード、ナマケロ、リオル、そして若草 EX はたくさんいるんですが、種類が減る影響が出たりとかするんでしょうかね。シンプルに卯の花はね、ナマケロもリオルも結構ね卯の花のポケモンっていう感じが強くするポケモンたちなので、シンプルにラインナップが切り替わるっていう感じなんでしょうかね。アルクジラとかになったりするんでしょうか。卯の花と若草 EX のポケモンのお香が変更になります。こちらは6月29日から変更されるということで、来週から行くと変更が分かるようになってますね。一体何に変化するんでしょうか。行ってみないと分からないのでなかなか分からなそうなんですけれども、もし分かった方いたらお教えいただけたらなと思います。そんなウィークリーミッション報酬の変更でした。そして鍋の容量の調整が入ります。ネガオ図鑑の目標を達成していくことで拡張できる鍋の容量を以下の通り調整しますということで、比較的少ない個数の鍋の容量のタイミングで最大容量が若干増えるよという調整が入るみたいです。現状ネガオ図鑑の目標に合わせた鍋容量こんな感じになってるんですが、これが図の通りに変更されるっぽいよという感じです。最大33個以上は変更なしということなので、終盤の法外なかけらの量などに調整が入るということはないということですね。マジで次の鍋拡張の夢のかけらの量どうなるんでしょうかね。そんな鍋の容量の調整が入ります。初心者にとって嬉しい調整になるのかなと思いますね。ゲーム序盤の食材得意ポケモンの重要度をもう少し上げつつ、ゲームスピードも速める、そんな目的があるんじゃないかななんて思いますね。そして
夢の塊で交換できる夢のかけらの量の調整ということで、夢の塊で交換できる夢のかけらの量がこれまでより少し増えますということで、現在高ランクだとこんぐらいの量になってるんですが、少し増えるみたいです。10% も増えないのかなぐらいで考えてるんですが、どれぐらい増えるでしょうかね。こちらもアップデート5からですので、夢の塊仕様をちょっと待っても大丈夫だよという場合はね、アップデート後に使われるといいのかなと思いますし、さらに道具バッグに余裕がある場合はリサーチランクが上がってから使うとより効果的なのかなと思います。そして一部テキストの修正及び表現の統一とその他軽微な不具合の修正改修が行われます。そんな盛りだくさんなメンテナンス&アップデートバージョン 3.6.0 となります。いや、非常に楽しみですし、変更点も結構あるので、またねアップデート来たらまとめの動画作りたいなと思います。ということでね、内容非常にたっぷりでしたので、最後に軽くまとめてこの動画締めていきたいなと思います。てなわけで、アップデート 3.6.0 は木曜日に配信されます。メンテナンスはいつもより早い13時からとなっておりますので、お昼ご飯の揚げ忘れにご注意ください。またゲーム的に大きな項目で言うと、各種上限解放が行われ、レベル70が解禁されます。またバランス調整により、今までレベル75サブスキルだったものがレベル70サブスキルに変更されますので、今後はよりレベル70サブスキルまで見た厳選が重要になってきそうだななんて思いますね。またアップデート後ではレベル30未満のポケモンの飴で獲得できる EXP が増加して、夢の塊で獲得できる夢のかけらの量も若干増加するみたいなので、そのあたりのご使用はもうちょっとだけお待ちいただけたらなと思います。またアップデート後は各種フィールドで出会えるポケモンの種類の調整も入るということで、どうなるのか木曜日楽しみにしていきましょう。そんな感じですかね。ということでね、木曜日のアップデートや今後のイベントの告知を楽しみに、フィールドボーナス上げなどをコツコツやっていきましょう。そしてラティオスイベントの羽毛の交換は本日までとなっておりますので、こちらマジでご注意ください。前回と違って1日早くなっているので、今まだ羽毛の交換終わってないよという方も今すぐね、もうこれでメンテナンス&アップデートの動画終わりなので、動画閉じていただいて交換してきていただけたらなと思います。そんなメンテナンス&アップデートバージョン 3.6.0 予告でした。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと動画制作の励みとなります。本当にいつも皆さんの応援やコメントに助けられてます。ありがとうございます。それではアップデート木曜日となります。人によってはね、明日ぐらいまではラティオスイベントの延長戦をされる方もいらっしゃるかなと思うので、素敵な出会いがあることを期待しておきましょう。リサーチランク解放後どんな世界になるでしょうかね。アップデート楽しみです。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。